皆さんこんばんは、大家かなです。今日皆さんからたくさんリクエストのありましたバッグの中身です。で、今回はモデル歴20年の私が現場に持っていくバッグということで、撮影現場いろいろありまして、すごい長丁場にあったりとか、いろんなハプニングが起こったりとかするので、そんな中で、メンタルもフィジカルもあとビジュアルもベストな状態で撮影に挑めるように、これまでいろんなアイテムを試してきまして、その中でのベスト、最近のお気に入りっていうのをみんなに今日は紹介していきたいなと思っております。で、本当に何が起こるかわからない撮影現場の裏話なんかも一緒に交えながら今日はアイテムを紹介していきます。じゃあまずはバッグの紹介からいきたいと思います。バッグがこちらです。オソイっていう韓国のブランドのバッグなんですけれども、これスウェードのバッグで、この絶妙な色味がすごい気に入ってるんですけど、形もすごい良くて、実はこの真ん中のところがガマ口になってて、ここパカって開けると中が見れるんですけど、前後に大きいポケットがついてて、ガマ口の中にもジップがついたポケットと、あとポケットが1つついてます。私はハンドルで持ってるんですけど、ストラップつけてショルダー掛けもできるし、ちょっとはみ出ちゃってるけどパソコンも入るサイズでございます。マチもしっかりあるし、ほんとたくさん荷物が入るっていうのがすごく気に入ってるのと、あとこのハンドルの長さも絶妙だなっていう、肩にもかけられるし、手で持ってても長すぎない感じの長さ。これからの季節ね、秋冬にもすごいいい色味だし、明るすぎない茶色なので、スウェードなんですけど、夏に持っても締め色みたいな感じですごい格好がつく色味かなと思います。じゃあ中身に移っていきたいと思います。まずは大物こちらです。パソコンでございます。私は MacBook Air を使ってるんですけど、ちょっと何日だったか忘れちゃってこの辺に出します。空き時間に YouTube とか Podcast をやってるので、それの編集作業とか、あとは連載の原稿を書いたりとかできるように持っていくことが多いんですけど、降板が出るので、すごい短い撮影の時とかあまり持っていくことがないんですけど、締め切り切羽詰まってたりとかしたらヘアメイク中に原稿を書いたりとか、あとは動画の時だとセットチェンジに時間がかかったりとかもするので、2時間待つことがあったり4時間待つことがあったり、他の人とかがいたりとかするとその兼ね合いもあるので、空き時間も活用できるようにということでパソコンを持って行っております。ガジェットつながりでこちら、イヤホンです。必ず2種類持っていくようにしていて、こっちは普通に移動中に音楽聴いたりとか、あとはちょっとした動画の確認携帯パソコンでする時にこっちを使ってて、動画の編集をする時はこっち。やっぱり Bluetooth でつながってるとはいえ多少時差が起きて、すっごい細かいカットのポイントとかを逃しちゃうことがあるので、編集する時は必ずこっちのコードの方のイヤホンを使っております。で、次がカメラでございます。すごいこれコスメのポーチをカメラ入れにしてるんですけど、めっちゃ年季入ってめっちゃ汚いね。これちょっと洗った方がいいね。洗おうすぐ。この中にソニーのカメラが入っています。 YouTube はもっぱらこれか iPhone で撮ってるんですけど、2台持ってて、今この撮ってるカメラと、あとはこの手元にあるカメラです。すごい瞳フォーカスがあってピントが合うのも早いし、あとズームもすっごいできるし、色味も好みだし、写真もすごい綺麗で、フラッシュもいい感じですごく気に入ってます。あと何せやっぱこのちっちゃさがすごくいいなと思って、一眼レフで YouTube 撮ってる時とかもあったんですけど、ちょっとさすがに重すぎて外に持ってったりするのが大変なので、もうこれに落ち着いてからずっとこのカメラを愛用しております。もし YouTube やりたいとかYouTube やってるとかっていう人がいたらとってもおすすめなカメラです。これか、あとはキヤノンの Mark III の本当に YouTuber の人とかがめっちゃ使ってるやつ、色味の好みがあると思うんで、私はこっちの方が好きなんですけど、その辺がいいのかなと思います。カメラが出たので次はこちらです。 iPhone でございます。私はケースティファイのクリアのケースに夫との写真を入れてるんですけど、ちょっと恥ずかしいから引き目でこれが15だったかなのプロで、新しいやつ変えるかすごい迷ってるんですけど、奇数のサイクルなんですよ。私変えてるの2年に1回なので。でも偶数のサイクルの方がアップデートが良さそうだから、偶数のサイクルにシフトしたいんですけど、もう1年我慢するかどうか今ちょっと迷いどころです。インスタの写真とかは全部 iPhone でほぼ撮っていて、もっと古いデジカメで撮ってテクスチャー楽しんだりとかすることがあるんですけど、だいたい iPhone で撮っております。次がこちら、三脚です。 YouTube 用の。私はもっぱらこの三脚を使っておりまして、もうだいぶ長い相棒になるんですけど、こんな感じでもういかようにもできて、いろんなところで
取れちゃって、なんなら上からこうやって吊るしたりとかもできちゃう本当に優れもので、ここの角度もねこう緩めるとこういう感じですごい動いてくれるのでめちゃくちゃいいです。もう何年使ってんだろうな。もうでもずっとバッグの中身とかにも登場してきてると思うので、本当にこれ買ってよかった。ちょっと高いな三脚の割にと思ったんだけど、でもめちゃくちゃいい仕事してくれてます。次がこちら。これめちゃくちゃいいです。現場で使ってるともうスタッフの皆さんから問い合わせがいっぱいあるアイテムなんですけど、これが携帯のこういうここが吸盤でガラスとか鉄とかにくっつくものです。ここカチカチカチってやるとピタッとくっついて、これをまたオープンにしてここを引っ張るとすぐ取れるっていうすっごいいいお品です。前に紹介した吸盤のやつも良かったんですけど、あれはこのままくっつけて角度が変えられなかったんだけど、これはね角度が変えられるんです。こういう風に。だから例えば正面から鏡に貼って正面から撮りたい時は前のでもよかったんだけど、ちょっとサイドに置いてこう横からの絵が撮りたい時とかはこれが角度が変わってめちゃめちゃいいです。カナダのビデオを撮る時も大活躍してくれたし、本当に現場で YouTube だけじゃなくて縦動画撮る時も本当に重宝をしております。でちょっと確かにかさばって大きいんだけど、例えばさご飯屋さんとか行ってこうやって普通に携帯立てかけたりとかするだけじゃ狙えないような角度とかもこれだとこれで保ってくれるんですごいいいです。縦にしてこういう風に撮ってもいいし、これね本当にねすっごいおすすめ。ここからはポーチの中身に移っていきたいと思います。これはねノベルティでいただいたシャネルのポーチなんですけど、ちょっとふかふかなので瓶のものとか入ってても安心なタイプのポーチでございます。まずはこちら、はい何それって感じだと思うんですけど、これが美顔器です。もうこんなちっちゃいこの薄さ、もう手で包めちゃうよっていう感じなんですけど、お家で顔を作り上げてから現場に入るっていう時は山口先生の稲妻っていう美顔器が本当におすすめなんですけど、あれは EMS とか LED ライトとかで顔をこう透明感上げてくれたりとか形を変えてくれたりとか引き締めてくれたりとかするんですけど、ちょっと顔の形の変わり方はショッキングなぐらい引き上がるし、むくみもすぐ取れるし顔もちっちゃくなるし、めちゃくちゃおすすめなんですけど、ちょっと大きいのあれがだから現場に持ってくとなるとちょっとかさばるから、現場とかあとは出張とかの時はもっぱらこの子を持って行っております。マイクロカレントで顔を引き締めたりとか美容成分入れたりとかするタイプなんですけど、ヘアメイクさんがフェイシャルマッサージをしてくださる方もすごい多いんですけど、皆さんそういうわけではないので、自分である程度できるような準備もしていった方がいいなっていうのと、あとはロケの時は、1時間1時間半、長い時は2時間2時間半とか移動してそこからメイクが始まったりとかするので、その移動の間に寝ててそのむくみがやっぱり出るので、その現場に着いてから自分でささっとやったりしております。これは1回のセッションが4分なので、本当にささっとメイクが始まる前に自分でできるし、本当に効果もしっかり感じられるもので、本当半分だけやったりとかすると全然左右で差が出るぐらいしっかり顔を引き締めてくれるので、とてもおすすめです。でその美顔器と一緒に使ってるのがこのジェルで電気が通るジェルなんですけど、専用の美容液みたいなのもあるんですけど、私ちょっとそれが合わないので普通に Amazon とかで買えるエステ用のジェルをこうちっちゃい入れ物に入れて持って行っております。仕込み系の話で言うとこちらシートマスクです。でさっきも言ったように家で顔を仕上げていける時、朝早くない時とか、あと移動時間が長くない時は家で美顔器してシートマスクして現場に入るんですけど、移動がある時とか、あとは早朝の時とかは自分でシートマスク持ってったりしてます。メイクさんシートマスク持ってる方も多いんですけど、持ってない方もいらっしゃるので、そういう時用に備えれば憂いなしかなっていう感じで持っていくようにしてます。これがファミュのシートマスクで、もうこの YouTube では何度となく紹介してきたんですけれども、やっぱりこのシートマスクがすごくいいでございます。本当に、ちょっとお高いかもしれないんですけど、本当1回エステ行ったぐらいの効果を一発で出してくれるので、すごく信頼しているシートマスクです。
次の仕込みがこちらです。ディオールのリップマキシマイザー。これプランパーなんですけど、人気なので皆さん知ってると思うんですけど、メイクが始まる前に塗って、でメイクが終わる頃には唇がふっくらして撮影に挑めるということで、これを仕込んでおります。色がついてないのがあるっていうのと、程よい品のいいプランパーの具合なので、安心して撮影の時も使えるっていうことで、私はディオールのマキシマイザーを選んでおります。でもう一個仕込み、こちらです。目薬でございます。撮影現場結構乾燥してることが多かったりとか、あとはフラッシュをこういっぱい浴びて目が疲れやすくなったりとかするので、そうするとこう白目が赤くなってきちゃったりとか、あと涙が出やすくなっちゃって、ヘアメイクさんに何度もタッチアップ頼まなきゃいけなくなると迷惑なので、自分で目薬を先に仕込んで潤わせてリフレッシュさせて、で空き時間セットチェンジの時にまた刺して、でまた撮影に戻るっていうことをやってるんですけど、この目薬の何がいいって、もう超がつくほどクールのキンキンのギュンギュンでリフレッシュ感がすごいでございます。いろいろクール系の目薬試してきたんですけど、今のところこの子が一番すごいかも。もうここに書いてあるけど、最強クールっていう、本当にリフレッシュするので、目がデスクワークが多い方とかにも本当におすすめです。続きましてがこちら、ミストなんですけど、すごいリフレッシュできる香りがする、ちょっとさっぱりめの森みたいな感じの香りがするミストでございます。いろんなミストをこれまで使ってきてるんですけど、私このミストが結構おすすめ、ベスト3に入るものかなと思うんですけど、スタジオとかで撮影してて長くなってきた時にちょっと気分変えたいな、リフレッシュしたいなっていう時にも使うし、あとはやっぱりずっと建物の中に入ってると体が重くなってきたりとかもするから、そういう時に使ったりとか、あとはやはりスタジオ地下であることも結構多いので、そういう時にちょっとメイクルームに振ってリフレッシュしたりとかしております。あとは本当自分の気分変えたいとか、イベントの前にちょっと緊張してきちゃったなとか、たくさん人に会った後にリフレッシュしたいなとか、やっぱ現場ね、いろんな方がいらっしゃる時もあるし、すっごい人疲れしちゃう時とかいろいろあると思うので、そういう時に自分のこう軸というか芯みたいなものをちゃんと平常心で保っていられるように、こういう香りのアイテムを私はきっかけにして使ってることが多いんですけど、そういう時に愛用しているミストでございます。同じく香りのアイテムで、こちらシゲタのアロマオイルなんですけど、シゲタいっぱい種類があって結構好きなオイル多いんですけど、私は現場にはフリーミーっていうのを持っていくことが多くて、足のむくみが気になってきた時にオイルとかクリームとかに混ぜて入れたりとか、あとはマッサージをしていただけるヘアメイクさんであれば、ヘアメイクの始まる前のフェイシャルのマッサージの時とかにちょっとこれ混ぜてもらって、この辺やってもらったりとかするとすごいリフレッシュするし、それこそ現場が長くなってきてちょっとこう自分の気持ち引き上げてあげたいなっていう時に、このこめかみとか、これなんていうの、つむじ合ってるとかに塗ったりとか、あとはそれこそイベントの前緊張してる時とか、やっぱ自分の馴染みのある香りがあると安心できるので、ちょっとグラウンディングの意味も込めてこういう香りのものとかを持ち歩くように必ずしております。出張の時とかもね、泊まりがけの時とかお部屋にちょっとこういう自分の香りを置いておけるだけで結構気持ちが変わって、自分のこういい状態で撮影に挑めたりすると思うので、こういうものを持っていっております。メンタルケアとして次のアイテムがこちらです。バッチのレスキューレメディなんですけど、これフラワーエッセンスで、こうストレスを感じた時に飲むようにしているフラワーエッセンスで、ストレスってね、いろんな形があると思うんですけど、例えば緊張してるとか、あとはイライラしてるとか、いろんなタイプがあるんだけど、何かしらこう自分の気持ちが揺らいでるなって感じた時に取り入れるようにしております。やっぱ現場長くなってきて、ちょっと気持ちがこうちょっと落ち込んできちゃった時とか、あとは本当にイベントの時出る前にやばい、すごい緊張してきちゃった、どうしようとか、やっぱ新しい挑戦を現場ですることも多いので、そういう時のためにお守りの意味でもこの子を持って行ってます。これは現場だけじゃなくて本当に旅行にも必ず持って行ってたりとか、普段もいろんなストレス感じた時にこれを使ったりとかしてる、本当頼れるフラワーエッセンスです。次がこちらです。
デンタルフロス、これビューリーのデンタルフロスなんですけど、すごい黒で、この入れ物もめっちゃ可愛いし、ポーチに入っててすごい上がるデンタルフロスで、めちゃくちゃ好みで、もう何個使ったかって感じなんですけど、実はヘアメイクさんが爪楊枝を持っててくださることはあるんですよ。で、大体の方が持ってらっしゃるんですけど、でも爪楊枝じゃ取りきれない時があって、そういう時にどうするっていう風になったこともあるし、あとはごめん今爪楊枝切れちゃっててっていう時があって、たまたまそういう時がイベントで皆さんにお会いする時だったりとかして、結構てんやわんやしてどうするみたいになったこととかが今まであったので、これからちゃんとフロスは現場に持っていかなきゃいけないっていうのを学んだので、フロス持って行っております。普段からフロス好きで、機内持ち込みの荷物とかにも必ず持ってったりとかしてるんですけど、結構ミント感も強いすっきりするタイプのフロスなので、すごくおすすめだし、あとビジュアル可愛いので、これからのギフトシーズンとかにもちょっとした贈り物にもおすすめかなと思います。で、次が現場とか関係なく、これからの季節持ち歩いてるもので、ハンドクリームでございます。これがすっごい反射しちゃって見えるかしら。こんな感じでいかがでしょうか。これがエンディアっていうスパのオリジナルで作っているハンド&ボディセラムなんですけど、なのでちょっと緩めの伸びがすごくいい、本当にシュッと肌に馴染んでくれるタイプのテクスチャーで、とても使い心地がいいんですけど、なんといっても香りが信じられないぐらいいいです。癒しの香り、幸福の香りってこんな感じじゃないかなって個人的には思うほど、すごく好みの香りです。これから乾燥気になるけど、ベタベタしたこっくりしたハンドクリームよりさらっとしたのがいいんだよねっていう人にとてもおすすめのハンドクリームです。次がリップクリーム。最近はこのヘイリー・ビーバーのロードのリップトリートメントを使っております。カナダで買ってからすっごい気に入って使ってる。もう保湿力がすごくいいし、あとやっぱりね、使ってて上がるので、これが最近はもっぱら私が持っているリップクリームでございます。で、日本で買えるものとかだとジオードナリーの丸っこいリップクリームもすごい可愛くて上がるからおすすめかな。あとは本当にナチュラルなのが好きっていう人はアムリターラのリップクリームとかもすごくおすすめだし、あとはイソップのチューブタイプのリップトリートメントもすごいビジュアル可愛いし、使い心地もとってもいいのでおすすめです。次がこちらリップです。エルメスの赤なんですけど、結構ダークめな感じだけどちょっぴり透明感があるので、じわっと血色感でもちょっとダークトーンで大人な感じっていう感じのリップで、とても気に入って最近ヘビロテしております。色味が可愛いのはもちろんなんですけど、つけ心地もすごくいいっていうのと、あとやっぱりこのビジュアルが何と言っても上がるなっていう、これからのホリデーシーズンちょっとスペシャルな贈り物したいっていう時にもすごくおすすめだし、あとリフィルができるので、自分のお好みの色味をまたね変えて使ってもらえたりとかもするので、そういう意味でもすごくいいなと思うんですけど、現場が終わってヘアメイク落としてヘアを落とさないなメイク落としたりとかする時とかにちょっとだけ赤みを足してあげて、こう出れるとそのままねその後の予定がいけたりとかもするし、普段のバッグの中にも必ずリップは入れてるので、今回はこのリップをセレクトしました。他に赤リップでおすすめで言うと、まゆみさんがやってるフラワーショップっていうところの赤いリップめちゃくちゃ可愛くて、前もおすすめしたんですけど、すごい今っぽいパンってしたこうジューシーな感じのリップ、グロスでうるうるってなるんじゃなくて、もうリップ自体がこう潤い感みたいのをキャリーしてる感じがあって、すごく可愛い赤リップなので、そっちもとてもおすすめです。ここからボディケアに移っていきます。まずはこちらすごいビジュアルなんですけど、これが台湾カッサっていうマッサージツールなんですけど、現場が長くなってきた時とかに足がやっぱりむくんでくるので、すごい気をつけてはいるんですけど、あんまり足を下に向けないとか、足を高いところに置いとくとかしてるんですけど、それでもやっぱりむくんではくるので、そういう時にこれを使ってガンガン足をマッサージしております。下からもうギュン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 で、ここ木のベースでヒノキなんですけど、すごいいい香りがするんですけど、ここはもう鉄でもうめっちゃ硬いカッサになっております。今までいろんなカッサを正直試してきたんですけど、
こちらの方に勝るものが本当になくてですね、全身本当に使える、もう足とか腕とかにもすっごいいいし、私のおすすめは頭皮で、やっぱり現場長くなってくると顔に疲れが出てきたりとかするので、その時に空き時間とかセットチェンジの時とかに頭をガンガン、その時のヘアの様子にもよるんですけど、さすがにできない時もあるんですけど、ガンガンやるともうすっごいリフレッシュできるし、仕込みとして頭をすごいゴリゴリマッサージしとくのもすごくいいし、本当におすすめです。もうこの辺とかサッサッサッってやるだけでもいいし、もうめっちゃいい。これは現場だけじゃなくてお家でもめちゃくちゃ活躍していて、パソコン作業が長くなってきて頭に詰まってきた時とか、ちょっとぼーっとしてきたなって時はもうこういう感じで行って、明日すっごい足が出る撮影だわっていう時はもう足を、やりすぎるとちょっと後になったりする時もあるので、もうボディクリームとかオイルとかつけてマッサージしております。で、さっき紹介したハンドセラム、こちらが柔らかいし伸びもいいので、もうこれの2セットで体をマッサージする時とかもあります。次がこちら、むくみの大敵冷えと戦うためにこちらレッグウォーマーでございます。スタジオでも寒い時、ハウススタジオとかだと温まんなくてめちゃくちゃ寒い時とかもあるし、ロケの時とかね、やっぱ一回体が冷えちゃうとどうしても温まるまで時間がかかるので、冷やさないっていうことが大事で、レッグウォーマーを必ず持って行っております。で、今までいろいろ試したんですけど、やっぱこの薄さがすごい良くて、現場だけに限らず普段もそうなんだけど、これだけ薄いとそこまで太くないパンツの下に仕込んでも全然目立たないし、すごいあったかいの、このレッグウォーマーで。他にも色があるんですけど、私はこのダークグレーを好んで使っておりまして、めちゃくちゃいいです。冬のロケの時とかはあったかパンツとか腹巻きとか必ず自分で仕込んで現場に挑むんですけど、やっぱりね、本当に季節柄、冬の撮影は春夏を撮影してることがほとんどだったりするので、やっぱものすごい風通しがいい洋服を着てたりするので、もう本当に隠せるところは温めるようにすごく気をつけております。なのでこのレッグウォーマー本当におすすめです。もうこれからの時期ぜひ。次がこちら、めっちゃ地味な見た目なんですけど、のど飴です。で、これパッケージがナリンののど飴なんですけど、こんな感じで、今までねいろんなのど飴を試してきたんですけど、やっぱ喉がイガイガしてきた時とか、咳が出てる時とか、乾燥してる時とか、味も含めこのナリンののど飴が私は一番好きです。甘すぎなくてすっきりしてるっていうのもいいし、やっぱね現場乾燥してたりとか、あと暖房クーラーいろいろあるんですけれども、なんかほこりっぽいところとかもあったりするし、ロケとかでそういう時に持っておくとすごく助かるので、のど飴も持っていくようにしております。次はこちら、ビタミン C と D の入ったサプリでございます。やっぱこの季節風通しのいいお洋服を着て撮影させていただくことが多いので、風邪ひかないようにっていうことと、あとやはり現場でねたくさんの方にお会いする機会が多いし、イベントの時はなおさらなので、自分のちゃんと免疫上げてそういう場に挑みたいなということで、免疫上げる意味でも C と D が両方入ったサプリを持っていくようにしております。食事の回数に合わせて取るので、食事の回数に合わせていつも持ってってるんですけど、リポソーム化されているものなので吸収率もすごくいいし、私は普段もこの C と D を飲んでおります。次はこちら、酵素でございます。美人研究所の、これもずっと頼りにしているアイテムでして、いろんなものを今までインナーケア試してきたんですけど、この酵素本当におすすめで、まず変なものが入ってないっていうのと、こういうパウチタイプですごく取りやすいっていうのと、味も私はすごく甘酸っぱい感じで好きなんですけど、さっき言ってたね、免疫上げたいとか風邪ひきたくないって時にもすごい頼りにしてるし、もう疲れちゃっててちょっと復活したいって時にも頼りにしてるし、あと腸活の意味でもとってもおすすめで、腸の調子がいいと肌の調子も良くなるから、美容の意味でもすごくおすすめです。で、現場が長い時とか、あとは現場が連続で入ってる時とか、やはりね普段の食生活は変わってくるので、そういう時にちゃんと帳尻合わせたい、自分のことをケアしてあげたいっていう意味でこの酵素をしっかり摂るようにしています。次はこちらです。
おやつ現場が長くなってくると、おやつも欲しいなっていうことで自分のおやつも必ず持っていくようにしてるんですけど、これ前にも紹介したんですけど、すっごい本当に美味しいのにギルトフリーな、もうマーガリンショートニング入ってない、白砂糖入ってない、グルテンフリーで香料とかも入ってなくて、すっごい安心して食べれる、でも満足感があってめちゃめちゃ美味しいクラッカーというかクッキーというか、ちょっとサクサクの薄いクッキーみたいな感じなんですけど、おやつでございます。で、他にもいろんな味があって、今手元にあるのがモカブラウニーなんだけど、私はやっぱりチョコの味が一番好きかなって思ってて、前に紹介した時に抹茶をすごい推してくれてる方が多かったので、私まだ試せてないんですけど、でも抹茶も美味しいんじゃないかなと思っております。やっぱこういうね、自分が好きなおやつとかがあると、現場が長くなってきても頑張ろうかなとか、あとは脳疲労してきた時にやっぱり糖分入れてあげた方がシャキッとするので、そういう意味でも自分の期限取りの意味でお菓子を持っていくようにしております。はい、こちらで現場バッグの中身以上となります。今回もババッと紹介していったんですけど、本当にこれまでいろんなものを試した中で自分がこれだって思えるアイテムで、みんなに自信を持って紹介できる、おすすめできるアイテムたちだったので、もし気になるものがあった方はいつも通り概要欄のところにリンク貼ってあるのでチェックしてください。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。気に入ってくれたらいいねとチャンネル登録もお願いします。それでは次のビデオまで、またね。